どうも皆さんこんにちは。原カンタです。私たちが寄付したお金も途中で中抜きされるんでしょう。私がアフリカの貧困問題について発信していると、こんなコメントが届きます。結論から言います。皆さんのその疑い、間違いではありません。テレビや CM では、かわいそうな子供たちを救う感動的なストーリーばかりが報道されますが、現実の国際支援の世界は決して綺麗事だけでは回りません。皆さんの善意で集まった支援金や、私たちが納めた税金が現場の貧しい人たちに直接届くまでに大きく目減りしてしまう中抜きの構造は確かに存在します。先日アップしたアフリカへの巨額な支援金はどこへ消えているのかの動画に寄せられたコメントも踏まえ、支援金が消えていくからくりをさらに詳しく解説します。この動画を最後まで見れば、あなたが今まで信じていた国際支援のイメージが覆ってしまうはずです。ぜひ最後までご覧ください。今日の動画で一番に伝えたいこと、それは国際支援というのは今や善意だけで動く小さな活動ではなく、巨大な資金、人材、組織が関わる一つの大きな産業になっているという現実です。皆さんはネット上で支援金はどうせ中抜きされている、国際支援は貧困ビジネスだという批判を目にしたことはありませんか？実はこの批判、ある意味で業界の本質を鋭くついています。多くの方は支援団体と聞くと現場で活動している NGO を思い浮かべるかもしれません。NGO とはノンガバメンタルオーガニゼーション、非政府組織の略称で、端的に言えば民間の国際支援団体です。NGO が活動資金を得る方法の多くは、先進国のお金に余裕のある人たちからの寄付です。言い換えると、NGO は先進国の寄付者たちと途上国の困っている人たちをつなげる仲介業者としての役割を果たしています。先進国の寄付者たちは何の情報もない状況で黙って NGO にお金を寄付することはありません。そのため仲介業者となる NGO は、アフリカにはこれだけの困っている人がいますとインターネットやテレビ CM を使って情報を発信します。そういった情報と引き換えに寄付を集め、集まったお金の中から例えば1割から2割を自分たちの団体の維持費やさらなる寄付を集めるための広告費、さらにはスタッフの給料、いわば仲介手数料として受け取り、残りの金額を途上国の現場で使う。これが寄付を主な財源に国際支援を行う業界のシンプルな構造です。途上国には助けを必要とする人たちがいるという情報を提供するためには、当たり前ですが途上国の貧しい人たちの存在が必要です。つまり途上国に貧困問題という商材があるからこそ NGO は寄付を集め組織を維持できる。このような視点から俯瞰すると、国際支援とは貧困問題が存在することで可能になる貧困ビジネスと表現することもできてしまいます。実際に巨大な欧米の国際 NGO のトップ層には年収数千万円規模の報酬を得ている幹部が存在するのも事実です。しかし、ここで皆さんにお伝えしなければならない重要な事実があります。ネット上で言われる巨額の中抜き、つまり支援金の深刻な目減りや不正流用が本当に問題になりやすいのは、今お伝えしたような NGO の活動領域ではありません。本当の闇はもっと巨大な権力とシステムの中で起きています。それは莫大な税金や拠出金を扱う巨大な国際機関や国家間の支援である ODA、政府開発援助が複雑なルートをたどる領域です。まずは巨大な国際機関などが抱えやすい重層的な構造についてお話しします。巨大な国際機関は世界中から集めた何千億円という資金を使って自ら現場の全てのプロジェクトを直接実行しているわけではありません。彼らはプロジェクトの大枠の企画や管理を行い、実際の現場での支援活動は実施パートナーと呼ばれる国際的な巨大 NGO などに資金を委託します。そしてその国際 NGO はさらに現地の言語や事情に詳しいローカル NGO、つまり現地の NGO に再委託して実務を行わせるという建設業界のピラミッドのような多重構造が出来上がっています。もちろん現地に詳しい組織に実務を任せること自体は必要な仕組みですが、問題はこの資金が上の組織から下の組織へと流れていく過程にあります。資金が複数の組織を経由するたびにそれぞれの場所で調整、会計、
監査、安全管理のための事務管理費と呼ばれる名目で手数料が差し引かれていきます。これらは必ずしも不正なピンハネではありませんが、何層にも組織が重なると結果的にどうなるのか。最終的に現地の村で現地の困っている人たちのために直接使える資金が皆さんの想像以上に小さくなってしまうことがあるんです。関わる組織が増えれば増えるほど調整コストが膨らみ、末端に行くほど資金の透明性が見えにくくなってしまう。これが構造的に生み出される支援金の目減りのからくりです。しかしさらに悪質でスケールの大きい本当の意味での中抜きが存在します。それが ODA などの公的資金が相手国政府の公共調達を通じて使われる場面で起きる汚職です。先進国から送られた教育や医療のための支援金が途上国政府の政治家や官僚のネットワークに吸い込まれ、親戚のペーパーカンパニーへの水増し発注に使われたり、そのままタックスヘイブンへ逃がされたりするケースが存在します。これは NGO が受け取る寄付金の管理費とは全く次元の違う国家レベルの完全な汚職です。アフリカをはじめとした途上国政府によるこの悪質な汚職や中抜きの実態については先日の動画で詳しく解説しています。消えた支援金の行方が気になる方はぜひ概要欄のリンクから前回の動画も合わせてチェックしてみてください。では国際支援に関わるシステムは全て腐敗しており、私たちは寄付なんて一切やめるべきなのか。私たちがお金を現地の人たちに直接渡すのがベストな方法なのか。ここからが今日の動画で最もお伝えしたい非常に重要なジレンマのお話です。その前にお知らせを挟ませてください。私、原カンタは世界を無視しない大人になるためにという本を自費出版しています。私自身がアフリカでの活動を始めた原点について書いた一冊です。興味のある方はぜひ動画下のショップからお買い求めください。一冊700円です。全国各地で講演会も行っています。国際協力や社会貢献をテーマに原カンタの講演会の開催にご関心のある企業や教育機関の皆様、少しでも興味がございましたらぜひ概要欄のリンクからお気軽にお問い合わせください。巨大な組織になればなるほど仲介手数料が膨らむ構造や国家レベルの汚職について知ると、全ての援助団体が悪者のように見えてしまうかもしれません。だからといって間に誰も挟まずに現地の人たちに直接渡せばいいと考えるのは非常に危険です。素人が言葉も文化も違う危険な地域に行き、ただ無料で物を配る。これをやってしまうと現地の服屋さんが倒産してしまったり、支援への依存を生み出したりと、現地の経済バランスを崩すばらまき支援に陥ってしまいます。よく言われるように国際支援においては魚を与えるのではなく魚の釣り方を教えるということが大切です。ただ単にお金や物をあげるのではなく、将来的に彼らが自分たちの力で生活していけるようにする自立支援こそが本当に意味のある支援です。そしてこの魚の釣り方を教えるという活動は現地のニーズ調査、政府との交渉、何年にもわたるモニタリングなど高度な専門知識を持ったプロフェッショナルが中長期的に現場に入り込んで初めて実現できます。そうした専門的なスタッフが継続して活動し、支援を確実に届けるためには人件費や安全管理費といった経費がどうしてもかかります。国際支援の世界には多重構造による必要以上の資金の目減りや国家ぐるみの汚職といった闇が存在するのは確かです。しかし私たちが気をつけるべきなのは、権力者たちによる悪質な中抜きと最前線で問題解決に当たるプロフェッショナルたちの適正な必要経費を絶対に混同しないことです。ではどうやって寄付先を選べばいいのかと疑問に思われる方も多いかもしれません。私もこのようなテーマで発信しているとよく質問されます。もちろん寄付先の選び方一つとっても一本の動画が出来上がってしまうくらい複雑なテーマではありますが、巨大なシステムの中で自分のお金がどこに消えたのかわからなくなるのが不安なら、誰がどんな思いで活動し誰の生活がどう変わったのかが明確にわかる相手、顔の見える相手を応援するのはどうでしょうか。私がこの YouTube チャンネルを運営する上でこだわってきたのもまさにこの顔が見える発信です。原カンタの動画ではこれまでにも私自身が海外の現場に足を運び、カメラを回して現地で活動する団体を紹介してきました。例えば私が大学生の時にインターン生として働き、その後も
継続的に関わりを持たせていただいている認定 NPO 法人テラルネッサンス。世界最悪の紛争地と呼ばれるコンゴ民主共和国の東部での活動や、3万人以上の子供が誘拐されて兵士として戦わされてきたウガンダでの元子供兵士の社会復帰支援などを取り上げてきました。他にも中東イラクで20年以上にわたって命がけの支援活動に取り組んできた日本人の高藤直子さん、ケニアに30年以上も暮らし、スラムで生きる人たちのために学校を運営する早川千秋さんなど、現地の人たちのために、いや現地の人たちと共に最前線で活動を続ける日本人や現地の団体を多数紹介してきました。彼らは立派なオフィスや高額な給料を持っていませんが、その分皆さんから託された支援金を血の通った活動へとダイレクトに変える力を持っています。もし過去の動画を見て、あるいはこれからの動画を見て、現場で汗を流す彼らの熱い思いや活動に少しでも共感できたなら、ぜひそういった人や団体への寄付を検討してみてください。最後に一つだけ誤解のないようにお伝えしておきます。今回の動画では国際機関や ODA の構造的な問題に焦点を当てましたが、もちろんその全てが悪というわけでは決してありません。莫大な資金を持つ巨大機関だからこそできることがあり、日本の ODA には世界から高く評価されているきめ細やかな支援プロジェクトも数多く存在します。また私が普段お伝えしている草の根の NGO であっても、組織である以上、残念ながらガバナンスの欠如や資金問題が起きるリスクはゼロではありません。巨大組織は悪で小さな NGO は正義といった単純な二元論で語れるほど、国際支援の業界はシンプルではありません。完璧な支援の形はすぐには見つからないかもしれません。それでも綺麗な部分も汚い部分も複雑な現実を複雑なまま受け止めながら、私たちが世界を少しでも良くするために何ができるのか、これからもハラカンタと一緒に考え行動していきましょう。私自身のスタンスも少しだけお話ししておきます。私の YouTube のコメント欄には時折、ハラカンタがこうして活動できるのはアフリカに貧困があるからだと厳しい批判が寄せられます。鋭い指摘だと思います。アフリカの貧困という現実があるからこそ自分の発信が成り立っているという意味では、私自身もこのいびつな構造の一部に加担してしまっているのではないかと、そういったコメントをいただくたびに自問自答しています。だからこそ時々立ち止まり、自分のジャーナリズムのあり方や情報発信が社会に与える影響について考え直す時間を持たなければならないと改めて痛感しています。とは言いつつも、残念ながら今のこの世界には深刻な貧困や悲惨な紛争など解決しなければならない問題が山のように存在しているのも事実です。正解なんて見つからないかもしれません。それでも私は現場のリアルな声を届けるという役割を信じて、時には自分の足元を見つめ直し、悩みながらも自分にできることを続けていこうと思います。これからも応援のほどよろしくお願いいたします。なお、今回のように国際支援の裏側を扱うテーマだと YouTube という不特定多数の方が見るオープンなメディアではお伝えしきれないこともたくさんあります。私が運営するオンラインサロンシナジーでは、例えばより具体的な寄付先の選び方や寄付以外に私たちができる社会貢献の選択肢などを深く学ぶ勉強会も行っています。ハラカンタの YouTube を見てさらにもう一歩踏み込んで学んでみたいと思った方、ぜひネクストアクションとしてシナジーで一緒に学んでみませんか。少しでも興味があればぜひ概要欄のリンクからホームページをご覧ください。ハラカンタのチャンネルでは他のメディアでは知ることが難しい世界の問題を分かりやすく解説しています。これだけ難しい動画を最後まで見てくださった皆さん、本当にすごいです。ありがとうございます。これからも私と一緒に学び続けてくださる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。